は長谷川の A 隊72分の1スケールの P40N オーホークの仮組みを行います。長谷川の A 隊ですね。A 隊の紹介もいよいよ終盤に差し掛かってきましたね。そうそう、残りは今回の P40N と F4U1D コルセアくらいになるのかな。 P40 は48分の1スケールですでに2回ほど取り上げていますよね。そうなのだ。マイクロエース版とモーブ版を取り上げていて、マイクロエース版は塗装まで進めたので、デカールマスキングを紹介した SDX 戦の動画かショート動画も見てもらえると嬉しいのだ。マイクロエースが E 型でアリューシャンタイガーで、モーブでは N 型を紹介した流れでしたね。そういうことなのだ。今回は同じ N 型でもスケールを72分の1にして長谷川版を見ていくというわけなのだ。長谷川も N 型なんですね。そうなのだ。とはいえ以前はキャノピー形状の違う E 型も定番品として出ていて、商品名としてはキティホークマーク1だったりしたのだ。キティホーク P40 って呼び名がいろいろある機体ですよね。そうそう、 P40 は型式や採用国によって愛称が複数あるのが特徴で、一般には A 型から C 型あたりがトマホーク、 D 型および E 型がキティホークと呼ばれることが多いみたいなのだ。そして F 型以降がウォーホークという整理になるわけですね。そうなのだ。ただトマホークやキティホークはイギリスが運用した P40 につけた愛称という側面が強くて、アメリカ側では P40 シリーズをオーホークとして表記することも多いみたいなのだ。なるほど。だからマイクロエース版は P40E でもウォーホーク表記だったわけですね。多分そうなのかなという感じなのだ。メーカーや仕様によって表記の揺れもあるので、そこは雰囲気で受け止めるのが良さそうなのだ。 N 型は P40 系列でいうと最終生産型とされることが多いですよね。そうそう、生産数もかなり多くて約5000機ほど作られたとも言われているのだ。外形的な分かりやすい特徴としては、後方視界を良くするための新型キャノピーを採用しているところかな。主にどこに配備されたのですか？太平洋戦線や中国大陸、東南アジア方面などで運用されていて、特にニューギニア方面では爆撃機の護衛などで活躍したといった話がよく出てくるのだ。対する日本の戦闘機はどのあたりになりますか？時期と戦域を考えると、ラバウル方面の冷戦や陸軍航空隊の一式戦、二式単戦、三式戦あたりと交戦していたという流れになると思うのだ。戦局としては南方戦線で補給が届きづらくなっていく時期でもあって、日本側は戦力や連度の維持が難しくなり攻勢に出にくくなっていく頃というイメージなのだ。連合国側も高度と速度を生かして一撃離脱よりに戦い方が変わっていった頃というわけね。そうなのだ。それで今回は N 型だからウォーホークで呼ぶのが自然というわけですね。ところでこのキットはいつ頃の発売なのでしょうか？1977年に発売されたのが最初みたいなのだ。さっき触れたキティホークマーク1と同時期に展開されていたという流れみたいなのだ。その頃だとトツモールドとオーモールドが混在していた時代ですね。モールドはどちらでした？このキットはオーモールドなのだ。部品点数も少なめで形にするだけならサクッと進むタイプらしいし、パーツの合いも比較的良いと言われていて、総じて評判が良いキットの部類みたいなのだ。一方で定番品から外れたキティホークの方は P40E として限定でカール品で何度か再販されていますよね。そうそう、マイクロエースでも作ったアリューシャンタイガーのマーキングが出ていたりもするのだ。まとめると N 型は定番として残り続けて E 型は限定でカールなどで時々戻ってくる、そんな立ち位置ということですね。そういうことなのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは日本の偵察機を迎撃中の P40N なのだ。百式司令部偵察機かしら。箱の中身はグレーのランナー3枚、透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは2種類、第49戦闘航空隊、第7戦闘飛行隊、JB パリス中域で1944年のニューギニア、第80戦闘航空隊、第89戦闘飛行隊所属機で1944年のインドなのだ。なるほど。部品点数は全部で40点。72分の1スケールのレシプロ機としては部品点数は普通ですね。それでは長谷川の72分の1スケール P40N オーホークの仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。
操縦席は全部で3パーツ。操縦席床に座席と操縦桿なのだ。その他にケーキパネルもあるわけね。ケーキパネルはデカール表現となっている。後ほど胴体内部に接着するのだ。パイロットがついていますね。最低限のディテールがあるにせよ、内容は簡素なので乗っていただいた方がいいのだ。次はプロペラですね。プロペラはスピナー含めて4パーツ構成。プロペラと軸止めをスピナー前後で挟み込む。出来上がりはこんな感じですね。次はエアインテークかしら。エアインテークは全部で2パーツ構成。これも後ほど胴体に挟み込むのだ。最後はエンジンですね。エンジンといっても液冷エンジンとなるので排気管のみとなる。今は切り出して終了ですね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。ケーキパネルとエアインテークを挟み込んで接着なのだ。操縦席は胴体接着後に組み込みできるので。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドとなります。深さはやや浅めかな。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなります。ここで胴体と合体ね。胴体と主翼を組み合わせるとこんな感じなのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造となるのだ。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題ないのだ。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで2パーツ構成。タイヤと試着の構成ね。胴体に接着するカバーもあるんだけど先に分割する必要があるのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となっているのだ。尾輪にもカバーがつくわけね。次は細かいパーツなのだ。まずは機首下部につけるカウルフラップね。右主翼下にガンカメラを取り付ける。それと操縦席の上部にヘッドレストを取り付けね。そうなのだ。最後は吊るし物ね。吊るし物は増装か爆弾を選択して取り付けられるのだ。爆弾は爆弾化も含めて4パーツ構成ですね。増装も同じような構成ですね。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の永代72分の1スケール T40N オーホークの仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた感想はどうでしたか。このキットもかなり古いキットではあるけど大モールドが採用されておりプロポーションもよく好印象といった感じなのだ。パーツの合いはどうでしたか。パーツの合いも特に問題となるような部分はなかったのだ。胴体と主翼の接合部分のみ気を使う感じなのだ。モールドの印象はどうでした。大モールドなんだけどやや彫りの深さが浅いかな。軽く彫り直しした方が安心といった感じなのだ。ただディテールといった面では物足りなさを感じるかな。ウェブ上での先人たちのご意見はどうでしょうか。この時代では良い方だと思うんだけど操縦席や脚庫のディテールがあっさりとかの意見があるんだけど大きな欠点がないとか組みやすさの高評価が目立ったのだ。操縦席もパイロットを乗せて蓋をするなら気になりにくいかもですね。そうなのだ。キャノピー越しに見える範囲は狭いのでパイロットを乗せれば雰囲気は十分なのだ。その他はありましたか。金型の疲れからかバリなどを気にする人やパーツの引けなども言われているけどもこれはおおむね修正可能な範囲なので大きな問題ではなさそうなのだ。なるほど。サクッと P40 を気持ちよく組みたいとか基本工作を楽しみたいとかには最適なキットかな。お値段もお手頃ですしね。そうなのだ。まとめると古いキットながらプロポーションは良好。組み立て自体はシンプル。ただし細部のディテールは控えめなので上級者が手を入れる楽しみもあるキットだと感じたのだ。なるほど。値段もこなれているし気軽にディテールアップにも挑戦できるというわけね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。